グランドデジョンです。今回はナビ VS チャチャイスポーツというクランですね。インドのクランで、14の頃は結構強くて、ドラゴンとか、環境に合わせてラッシュ系の戦術っていうのを、その時強いラッシュ系の戦術いろいろ使ってるクランでしたね。というわけで早速やっていきましょう。さあ、先行ナビの方からがくい平場で。ちょっとね、チャチャイスポーツの方も楽しみではある。15で何やってんのかっていうね。14の頃は結構、ドラゴン系だったり、一人だけトッツビズやる人いたんだけど、基本ドララと、スーパーボーラーとか、そういう系のね、陸戦術のラッシュ系、やってるイメージがあったな。さあ、ガククイラバ。この入りだとめちゃくちゃ、得意な形の、陸おでんの突撃艦真ん中差しっぽい雰囲気ですね。やっぱそうっすね、これは。さあ、クイーンとおでんが被ったところ、ここはフリーズ当てつつ、このままウォールブレーカー使って6時入れつつ、援軍がレイジに乗ってくる。けど、ここ、ロケバルの方もポイズン入れば全然怖くないと。さあ、ウォールブレーカーつけてキングの道作りつつ、突撃艦でこれマルチとシングル両方取りに行くっていうことで中身がバルーンかな。もともとはクローン使って結構ね、ケアをするような使い方もしてたんですが、ここはポイズンタワーを入らないような形でやりましたね。ちょっとテスラに引っ張られたバルーンも生まれたので、シングル IT まで折れませんでしたね。確実に行くならクローン済みっていうのがね、基本だったと思うんですけど、14の頃と比べて15の方がね、こういう長すくい火であっても火力が高くなり、レイジの枚数とかもね、結局これ必要になってしまってはいるので、クローン使うと足りなくなりそうっていうところ、シングルだったんでね、数で押せるでしょっていうところで、ある程度。ギリギリの、超ギリギリのレイジですが、ギリギリクロークは吐かないようなタイミングで、このままタウンホールまで誘導ができそう。さあ上の方でラバルは捕まっていきました。さあ、バルキリーとニゴブ。このバルキリーは陸オーデンとかね、キングとかに合わせていくような目的だったと思うんですけども、テスラとかも特に出なかったので、今回は使わなかったという形かな。バルーン、ホーミングチェック、空罠チェックで一旦出しつつ、タウンホール即クロークで一瞬で落としていきます。シングル IT はギリギリかからないし、しかもこれ外側広がってくれますね。スタイク放れるタイミングでこれシングル IT にもかかるようなバルーンをかけていって、ただバファウンドここ弾けつつ、タウンポイズンに入らないようなヘイストのかけ方してますね。さあ、ここバルーンがシングル IT に集まっていきつつ、ラストはモノリスのところ、これフリーズ封殺していって、GG とガーサス。初手でね、シングルが残ってしまうような形だったんですけど、リカバリーと。残ってもこうやって取れんなら確かにクローン積む必要もなかったかもしれないですね。クローン積むぐらいならね、レイジフリーズで一発ずつね、リカバリに使えた方が強いという可能性は全然ありますね。それは当然配置によりけりなんですけども、さあ、対戦相手の方はライドラッシュ。突撃艦をちょんとフォーミングチェックの後に出していきつつ、インビジブルタワーがあるので、そこに対してフリーズ、呪文はフリーズのみで、ターゲット取ったの見て、おでん像に対してバルーン。いいタイミング。ロケバル1体でまずはアーチャータワーに刺す。どういうロケバルだったんだね、今。テスラチェックみたいな感じなのかな。さあ、対空砲を追っていきました。ヘビードラ2体でかなり時間使いますね。綺麗にサイドカット、スニゴブまで使ってルート取りっていうのをすごく丁寧にやってます。さあ、エアスイーパーまで降り切って、ここアーチャータワーに一発入れることで、これライドラのチェインでサイドカットしようということか。なるほど。さあ、トルネ、これ罠知ってたのかな。このトルネ解除にロケバル1体使ったのかな。さすがにそういう感じに、何回もね、同じ配置使ってるっていうことで、そういう罠チェックにロケバル去ったみたいなイメージかな。ダブルフリーズで真ん中止めていきつつ、シングル IT とモノリスのところ、ここはフリーズ、フリーズと。いや、うまいないい感じに。かなり丁寧にね、使ったので、時間の方はかなりかけた分、伸びてますね。だっちゃか展開するんではなくて、時間をかけて中心貫いていったので、サイドカットもしっかり入りつつ、綺麗なライドラッシュですね。ライドラ自体はしっか
かり中央を貫くことができました。クイーンとロイヤルチャンピオンで残り刈り取らないと厳しいという形ですが、インビジブル一発あるのでいけそうかな、これは。さあ、ここインビジブルで止めていって、クイーンの方も、打つしかないかな、それも。打つしかないって。打つしかないので、ポンポンポンと。フロスティの方が、キングについてたんですけども、一緒に動いてくれてることによってロイちゃんへの被弾も収まりつつ、さあ、ここも、ディギーは落ちちゃったんだけど、フロスティが合流していきつつ先に落ちますね。クイーンの方はクロクと。いや、うまいな。ライドラッシュってね、なんか、もういきなりババババ、ボボボボ、ポーンっていうやつが多いんですけど、しっかりとサイドカットだったり、ルート取りっていうのをね、意識したライドラッシュでしたね。前準備、下準備が非常に整ったアタックでした。ガーソス。さあ、カズマくん、木ヒーラバル。2本連続での対策陣っていうことなので、対策陣が今回は対戦相手揃ってるのかな。逆サイ、イーグル側からの食い火になってますね。この流れだとキングを入れてウッドランチャーマルチになるのかな。出たカズマスタイル。オールブレーカーじゃないや、ガーゴイル6体というね、かなり強気の編成。回収ユニットがほとんどいないという。さあ、穴開けを2つ入れていきました。なるほど、そういう感じなんだ。イーグルにクイーン入れつつ、そうなると、ウォーデン像のとこに穴開けしていくのかな。そうだね、2時の方にウッドランチャー入れつつ、キング横の投石区画へ。はい、しっかり戻ってくれまして、投石の方へ。ロイヤルチャンピオンも3時から5つ。オールブレーカーやってきましたね。もう、おでん像のところしっかり入りつつ、トルネード出てますね。さあ、フィスト使って相手のロイちゃん、ここテスラスペースあったんですけど、対策がほとんどなかったので、かなり伸びそうですね。ポイズンはロケバルの方に打ちつつ、ちょっとクイーンの方がこれ、レイジとクロックかぶってしまう。フリーズかけつつ、これね、レイジターンのなったマルチ IT がね、ヒーラー入ると結構溶けちゃいますから。下からイエティで、なるほど、対空砲折りを狙った、そういったイエティが登場してる。ギリギリなんですけど、クイーンはまだ生きている。モノリス、惜しい。VL チャンピオン、これ、レイジタワーかかったことでね、大工までブーストされて、さ、対空砲の方をこのイエティで壊すことができたので、ラバハウンドをもうちょっと上つけてもよかったかなと思ったけど、さあ、ここ、ホーミングチェック。トルネ解除だったりね、その辺が目的だったとは思うんですけど、少しずれてるかな、どうだろう。でもトルネ上に出たのか、よかった。さあ、ここでトームです。クイーンは最終9時の区画に入りつつ、残ったモノリスうざいっすね。さあ、そこにもしっかりバルーン残しつつ、ちょっとフリーズ間に合わない。クイーン延命のフリーズだったんですけど、投石の方は残ってしまう。もったいないな、これは。惜しいな。どっちにしろどうだろうな、裏の大砲の火力と迫撃だったりとヒーラーの数も少なくなってたので、クイーンは落ちてたかなと思うんですけど、もう少し伸びるかもしれなかったです。珍しいですね、この。あんまりタイミング被るないんですけど。元はといえば、クロークとレイジが被るタイミング。あれの分がね、最終クローク打てて、フリーズをこのマルチ IT のとこに打ててれば、ぴったり全回取れたぐらいという感じだったかな。ジャストでいけてそうですね。さあ、こんなに伸びるならいってそうだな。92%。クローク分だ。さあ、ペッカの入ったスーパーボーラー。編成的にはそんなに14の頃とは変わってなさそうですね。DK。アバキン・ムスタファ。対空砲の方、角度つけて逆サイ。すごいオーソドックスな両サイドカットからの中央突破という形ですかね。こうなった時に、ちょっと左サイド残りそうではある。どこまでお出引するかにもよるんですけど。少し膨らむね。
ホールブレーカーも全部使ったので、ジャンプ2枚でシンプルにタウンホールまで貫通させていこうという形ですね。ジャンプで膨らむようなところを投石も打てるようにしつつ、残った打てない方をロイヤルチャンピオンで刺してってって感じなのかな。そうすると結構裏がね、対1クロス2本とおでんゾーキング、大砲大砲って言って、裏が少しだけ重いかなっていう。おでんに、じゃあいい、おでんじゃないね。ここまで来たいんかな。対空砲まで降りつつ、そうだね。しっかり流れないようにウィズ島までは追っていく。さあ、迫撃砲のターゲットは特に取らずに。ここで合流していくような形ですね。ここで割ることによって、中からペッカ2体出てきた。ペッカ2体で、サイドカットも行いつつ、中心部、走っていくと。ここにフリーズを打っていく。レイジタワーとレイジとこっちのレイジと重なっていきつつ、ホームをそろそろ考えてる状況かな。ちょっとここアイスゴーレム被ってしまうので、あんまり打ちたくないのと、火力が1で収まりますね。ポイズンはクイーンの方に打ち、踏んで処理。右のボーラーたちも入りたい、いいタイミングでのトームにはなりました、これ。ジャンプはもう完全に真ん中貫通で言いましたね。ってなると、逆サイの投石は打てなくなる。どっちかだけかけて、どっちかの外周がっつりサイドカットみたいな使い方がね、すごくいいなと思う。左だけかけて左ロイちゃんとかが多分、プランニング的にはそれで良かったと思うけど、左にちょっとテスラ森があるんでね、それもうまく機能。さあ、裏側のところ、クイーンは、ここトルネに絡まって、キングの方がぐるぐるぐると第1クロスが打てなくなっていく。いい角度。さあ、ロイヤルチャンピオンが、やはりちょっとこれ裏重いっすね。あと、この投石がやっぱり打てないんで、この今の、ジャンプの位置的にね。さあ、どうだおでん像まで降り切りつつ、なんとか防衛になっていきそうですが、結構伸びましたね。このタイプのタウン裏ってどう考えてんの？結構重いとこでもやってる人もいるし、全開取れてる人。本体なんだ。87%。さあ、ベルナウ、クイヒーホグ、ヒールが1枚入った形。ホグですね。こちらも対策陣っぽいです。タウンクイヒーになりそう。リターンの呪文とかはね、特に入ってないので、普通にタウンクイヒーですね。3時にどう考えてもキングがやってくるサイドカットをやりつつ、しっかりキングを誘導。コントロール。がね、外から打てんの美味しいっすね。素晴らしい子。で、しっかりクロス。疑問なしよ。いや、美味しいな、いる。ウォールブレーカーの拡張も12時につつ、コミングチェ。そして、ここから、ウッドランチャー。ウッドランチャーじゃない、これ、バスターだ。バスターでマルチ IT、インのところの区画に入れていくと。ターゲット取ったのを見て、ここでしっかりホグライダーとアーチャーの追加前ですね、この辺。ちょっとこの、今のね、ストライカーは、この辺のトルネードがあった時とか、タウン起動してしまってはいるので、する前ぐらいに投げれたらより解除はできたのかなっていうところが、援軍が釣れたらそれで2つだし、みたいな。そういった目的の罠解除援軍、この辺がね、ちょっと見れればいいかなっていうストライカー。たまにこういうのね、ありますね。イーグル砲も入るんですけど、いいタイミングでの援軍が当たりそうです。逆サイドホグスタート。イーグルのタゲをホグの方で拾えてんのいいっすね。クイーンじゃなくて。結構火力高くて、クイーンの方、これクロックね、入りそうだね。イーグル飛んできてたら。さあ、ここでクイーンの方はクロック打ちつつ、ホグの方はストライカーを追加で出して、ここポイズンタワーとボムタワー破裂のところをしっかりと思わせていきます。クイーンの方にこれはシングル IT 入ってたので、インビジブル。ポイズンタワーのノロノロ効果と結構ね、範囲ダメージなので、苦しそうではありますが、
クイーンの方がちょっと外周広がってますね。広がってはいるんですけど、まだフリーズ2枚残した状況で、ロイヤルチャンピオンが能力を残して最終区画。サホグ自体はもう、大工の方に行った人たちは打ち勝ちましたね。打ち勝ちつつ、能力残していって、フリーズ2枚残しの前回ガーサス。いやー、強いね。うまーい。あと、ツイズラバル。おー、やっぱ、変わってないっすね。一人とツイズやる人がいて、ドラゴンと中華式と。14の頃とそんなに変わってない形になりますが、どこに来るか。カウントツだ。タウン前、突撃艦飛ばしつつ、エリクサータンク、対地キロスを。おお。これぶっ飛ばしつつ。あ、援軍とか特に釣れないので、おお、そこもう一回かけるんだ。オーデン像まで吹き飛ばしていく。このまま4時の方にヒーローを両方つなげて入れていくみたいな感じですね。まあ、援軍釣れると釣れないでね、伸びが全然違うから。サイドカットとウォールブレーカーを意識する。これでキングが相手のロイヤルチャンピオンをターゲット。さあ、ベビドラサイドカットうまい。ウォールブレーカーもう一回つけていきつつ、クイーンがここがターゲット。ポイズンをダブルパートスタートしてるんですけど、クロークがね、全部ポイズンタワーに弱められつつのラバ処理ということで、クロークが防衛施設を壊してないっていうところですね。これはだいぶ痛手ですが。これ、レイジタワーに乗ったマルチ IT がやっぱり強いっすね。シングル IT も、レイジタワーに乗ると、いくらバルーンとはいえ、落とされてしまう。ロイヤルチャンピオンもここ見つかっていって、落ちつつ、さすがに厳しいか。さあ、裏からヘイストかけつつ、フリーズも外してしまう。投石の方にはうまく入らず。さあ、呪文がここで打ち切りなので、ウィズと対空砲モノリスト。嬉しそうかな。あ、ポイズンタワーそっちで据えたのは美味しいな、ただ。とはいえ、さすがに厳しいのではないでしょうか。さあ、アーチャータワーが落っことしていって、水塔もようやく気づくような場所に来た。さあ、残ったバルーンは1体なんですけど、HP が低い状況で水塔との対マンをさせられていって、強爆。なるほど。さあ、モノリス1本残ったような状況ですね。だいぶ伸びましたね。とはいえ、時間の方が足りない模様。ポイズンタワーもね、時間が経てば帰ってくる。パーセント自体はかなり伸びていきまして、94% 防衛です。さあ、ホッサン。天才ラバル70なのでクイーンですね。マルチクイーンのとこだね。あれさっきベルナーが攻めた配置と同じじゃね？同じ配置ですね。細かいとこどっか変わったりするかもしんないけど、6時5時が微妙に違うのかな、これ。微妙になんかイーグル砲もちょいなんか、一層目にあったような感じがするんだけど、さあ、インビジブル使ってクイーンの方をターンホールに言う。さあ、ゴーレム使って対地クロスのタゲを拾ってます。オールブレーカー、キングもそっちの方へ。入りとしてはクイヒーなのか、スーサイドかの違いですかね。ほとんど変わらねえ。どうだろうな。これ、キングのコントロール多分上から入りたかったと思うんですけど、少し下側からのシーンになってますね。
タウンホールの方を、これクイーンの方で拾うことで、キングをより奥に伸ばしていこうという形。呪文タワーはクイーンが降り切っていく。まあ捨てですからね。さあフィストでこれロイヤルチャンピオンまで伸ばしていって、ジャイロイちゃんをくじ投石の方を狙う形。キング伸びてますね。援軍に関してはスーパーガーゴイル。ここはポイズンも焦つ。ベビドラも刺さってるので、援軍処理を一緒に行ってくれるというところ。さあボマーだけちょんと出しつつ、ラバルパートスタートです。あとは、フリーズ3発とヘイスト2発。ロイヤルチャンピオンの方でスーパーガーゴイル処理したいので、そちらだけ見るって感じですかね。じゃん、フェニックスでスーパーガーゴイルターゲット。キングライティがここは、ターゲット外れたんですが、フリーズもしっかり打ってきつつ。3時からオイラバルというか、裏ラバルを指して。アイスラバがここでいいフリーズ入りますね。からの封殺のフリーズを投石機にしていく。と、フリーズは一発余っていって、と。うまい。7-0天才刺さりましたね。バーサス。対戦相手スーパーボーラー。ヒーローペットまだカンストしないというと。敵艦をイーグル区画へ。グルマルチ突いて T。おー、ギリギリ。ラバ処理しつつ、富士の方から入れたかったっぽいので、アーチャータワーを切るって、まあ、タゲも、ダメージをね。からね、ウォールブレーカー入らず、結局、しかも上に行くっていう。おでん追加して、をつけていく。スーパーボーラーパートも。これはこれ外周プランかな手の使い方だと外周プランですね。キングクロー外周に。アイゴレ戦闘に、フリーズまで打っていく。いいアイゴレになったな、これ。ジャンプかけつつ。キラーとかもね、マルチ IT のターゲット入ってくる。いいトームですね。クイーンの HP も。あと、エイジオキツのトームです。クイーンの方がね、マルチ IT をそこで追ってくれました。モノリス盛りつつ、タウンホールの方まで届いていって、ここはタウンホールの方をフリーズかけていって、被弾を抑えつつ、中心マルチの方もね、クイーンで拾いたいんですけど、これ、ナイストルネードが、タウンホール側に引き寄せていって、黒く打って、これギリギリ入らない。ポイズンにギリギリ入らず、クロスボウクイーンといういい、これはいい、黒くになりましたね。ただ、フィスト残って外周回ってきたやつらと合体してますね。ポールブレーカーとかは特にないので、キングはこのまま外周走るんですけど、ロイヤルチャンピオンをしっかり言いたい。レイジこっちですね。レイジ置いて、ロイヤルチャンピオン走らせつつ、インビジブルですね。インビジブルで守って投石固めつつ、マルチ IT の方。レイジロイちゃん強いな。さあ、ここもポコンと D が止めてくれて。強いな。中盤のキングロイが強いっすね。ここまでフィストと残した状況で裏からロイちゃんさせるというところで、うまく締められて前回。さあ、ナビラストアタックですね。61天才のクイラバクラウス。ラバじゃねえ。クイヒホグ。ホグが2発ですね。さっきはベルナウ、普通のね、ヒールの入った形だったんです。天才というところ。なかなか
珍しい。スニゴブから入ってクイーンスタート、逆サイドもスニゴブです。キングを中心歩かせていって、ウッドランチャーマルチ IT なのかなこのやり方だと。これを食い火でやるの結構珍しいです。プランニングの方向性としてスーサイドから入って、それだったらタウンホールまでヒーラーをつけて伸ばしちゃうというところだったんだろうな。クイーンの誘導だけ先にね、すごい見えたという。フィストでクイーンと伸ばしていって。クイーンの方がちょっとこれクロークと被っちゃいましたね。クロークレイジ被っていきつつ。これ嫌ですね。特に天才スタイルなので呪文がもともと少ないので、ここでのミスがどう響くか。マルチ IT、ここクエイク一発揺らすことで、ウッドランチャーへの被弾も抑えつつ、ここ、自分で割って穴開けたところ、シングル IT の方に、イエティを誘導していく。いや、うんま。このウッドランチャーをね、最大限、出てきたイエティの誘導までしっかり考えていくっていうのがね、クラウスらしいですね。いや、うまい、降り切った。結構ね、マルチ IT を折るためだけに、ウッドランチャーの、車線のみっていうのをね、意識して、やる人も多い中、出てきたイエティの誘導までしっかり考えてのうまい形での誘導です。ここでクロークがないので、ポイズンに捕まってるのがちょっとクイーン重いんですが、ロイヤルチャンピオン短期、ホグもちょっとずつ足し縦にして、合流するようなタイミング、まだ援軍出てきてなかったのか、これはかなり危険だ。ロイヤルチャンピオンの方でぶつかっていきます。初手ホグの方はドームをかけつつというところ。ここにヒールが打てないので、結構ロイちゃんはボムタワー巨爆で、ロイちゃんじゃないわ、ホグは溶けていきます。溶ける。ただロイヤルチャンピオンブーメラン、援軍処理の方がね、ロイちゃんだけで完結できたのは強かったですね。ホグライダーはだいぶへこたれてしまったんですが、しっかりクイヒーとロイヤルチャンピオンが生き残っての全そうっす。いやー、強かったですね。最終アタック、ライトニングドラゴンにスパガーゴイルが入って。このスパガーゴがね、回収で、インフェルノだったり、なんか重要施設にピン出しできた時に2体で降り切れるみたいなね、そういう用途になる。さあ、ライドラッシュも初手からドッカンと、ページ2枚置いて、こっちの方がね、よく知ってるタイプのライドラッシュになるね、僕ら。さあ、ここは、フリーズをかけてインビジブルタワーを固めつつ、レイジバルーンで一気に破壊を。インビジブルの方までね、解除と。さあ、ロイヤル、レイジに乗った、レイジタワーとライドラ自身のレイジが両方かかってるんですけど、このマルチ IT が結構バカにならないですね。レイジタワーに乗ったマルチが結構強い。ドラゴン系ってあんまりね、マルチ IT の攻撃はね、それシングルよりは、ダメージ受けづらいというところ。マルチ IT のところにスーパーガイゴールでポンと投げる。射程同じなんですね。一応あれバフ入ってんだよね。スーパーガーゴイルのロングショットが一発増えてるんだもんね、確か。ロイヤルチャンピオン真ん中貫通に使いましたね。クイーン処理をクイーンがやってくれつつ援軍に捕まっちゃうので、ここは一旦インビジブルの呪文を使うことで援軍を遠ざけていきます。そしてフリーズを打って帰ってくる前にロイヤルチャンピオンを届けていく。アイゴレがいや、クイーンの方で捕まえることができてたらもう少し進みそうだったんですが、さあ、アイゴレが強い。援軍処理しないときのね、これ強いね。で、あとはスーパーガーゴイルタイムなんですけど、ダメでした。いや、ただ、結構ギリギリですね。はい、というわけでね、今回はナビ vs チャチャ e スポーツだったんですが、14対12圧勝と、パズマくん 92% とかだったかな。あれもかなりいいアタックでした。
まあ今回の対戦だとクイヒーホグっていうのがね、2本あって、なかなかね、珍しい。まあ、今の環境でもそうですし、14の頃から結構珍しめのね、編成クイヒーホグだったんじゃないかなと思うんですけど、2人ともかなりクオリティの高いいいアタックでしたね。まあ、対戦相手の方もね、ライドラで前回1本、1本ね、前回が生まれてて、まあかなり綺麗にサイドカット、事前準備を行った上でのラッシュ系の戦術というところで、あんまりこのチャンネルではね、ライドラ見れる機会も多くないので、僕参考になったんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。